はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はーい。前回ですね、子供の時に見たアニメの話についてのポッドキャストをアップしたんですけど、こちらたくさんコメントとかディスコードでのメッセージとかいろいろくれて嬉しかったです。ありがとうございます。はい。皆さんのね、子供の時の思い出を私も共有することができました。ね。結構やっぱみんな見てたものがあるみたいだけど、やっぱちょっと古い作品が多いかなと思いました。ドラゴンボールとか、あとセイントセイヤ、ガンダムとか、スラムダンクとか、あと、古い人だとキャンディーキャンディーとか、月光仮面とか、そういうのね。いや、面白いなと思いました。で、それでね、私前回のポッドキャストで紹介したやつって、私が本当リアルタイムで見ていたアニメなんですよ。だからデジモンとか、そういう、ワンピースとか、軽く20年前、20年前なんだけど、20年前くらいの割と新しめのね、アニメだったんですよね。はい。でも皆さんのコメントを見て、もっと古いアニメや漫画を私は懐かしく思ったんですよ。で、そういえば私そんな漫画読んでたなとか、こんなアニメ見てたなって思ったのが、いろいろあったんですね。そう。で、それって私結構、お母さんの影響がすごい強いなと思って、今日は私の昔のまた思い出話をしたいと思います。はい。私がよく昔の作品を見ていたのは、おじいちゃん家に行った時なんですよね。そう。で私の家族って、兄弟3人なんですよ。兄2人がいて。で、よくその3人で、夏休みと冬休み、だいたい1ヶ月ぐらい、夏1ヶ月、冬1ヶ月とかで、おじいちゃんおばあちゃん家に行ってたんですよ。子供だけで。そう。両親はね、うち居酒屋を、営んでるので、多分忙しいんですよね。冬とか年末とか特に。だから子供はおじいちゃんおばあちゃん家に行けって言って、送られて、おじいちゃんおばあちゃん家で、結構のんびり過ごしてたんですよね。そう。最初は結構良かったんだけど、おじいちゃんおばあちゃん家で。兄二人がやっぱり中学校とかに行くと、塾とか部活とかで忙しくなって、一緒に大分に行くことが少なくなったんですよ。そう。だから最終的には、本当残りの小学校生活3年ぐらいは、私一人でおじいちゃんおばあちゃん家に行ってて、そう、めちゃくちゃ甘やかされて、だいたい太って帰るっていうめちゃくちゃご飯とか、ソフトクリームとか、マクドナルドとか、連れて行ってくれるのよ。そう。で、めちゃくちゃ太って帰ってお母さんに怒られてたんですけど、そこで、やっぱ暇だったんですよね、すっごい。もう、ほんと田舎なのね。大分県の。で、何もやることないし、おじいちゃんおばあちゃんとさ、一緒に遊ぶって言っても何するって感じじゃん。ね。で、おじいちゃんとかは庭で草とかむしってて、おばあちゃんは近所のおばちゃんとかと喋ってるから、私はどうすっかなーみたいな。あっちいいしな、外出んのなーみたいな感じで。で、想像していただけるとわかると思うんですけど、田舎の家ってマジででかいのね。マジででかくて、いろんな部屋があんのよ。で、その一つの部屋の中に、私のお母さんが、子供の時に使ってた子供部屋があったのね。で、そこが結構涼しくて、そこでゴロゴロしてたの、私はいつも。で、そこで発見したのが、お母さんが読んでた漫画、めっちゃいっぱいあったのね。私全然気づかなかったんだけど、本当に、1970年、60年代ぐらいの古い漫画がめちゃくちゃいっぱいあって、それを読み始めたんですよ、暇だったんで。そう。でそこで読んでたのが、ベルサイユのバラとか、エースを狙え、アタックナンバーワンとか、あと、ハイカラさんが通るとか、ルパンとかね、ルパン三世とか、そんな感じ。あと、キャンディーキャンディーとか、いろいろ読んでたんですよ。あと、生と諸君とか、パタリロとか、あんまり多分有名じゃないかもしれないんですけど、そういう
当に昔の、もう漫画の色がもう古すぎて色変わっちゃってるみたいなぐらいの本当に古い漫画を読んで、それがすごく楽しかったんですよね。今思い出した。そう。で、なんかそういう古い作品に興味を持ち始めて、もっといろんななんか漫画とか見たいなみたいな感じで、なんか、そのビデオレンタル屋さんとかに行って、昔の作品をレンタルしてたりしたんですよね。そう。私がよくビデオレンタルで見てたのが、鬼太郎とか、未来少年コナンとか、あとラスカル、アライグマラスカルとか、ね。あと、なんだっけ、バイキングビッケ。バイキングビッケすごい好きだったとかね。思い出しました。いろんなものを見てたなって。だからお母さんにちょっと感謝だなって思いました。そう。なんか私のルーツはやっぱ母に似ているものがあったんだなと思って。ね。皆さんね、小さい時に、おじいちゃん家とかおばあちゃん家に行ったことがある人いると思うんですけど、どんな思い出がありましたかね。私は本当になんか夏休みはおじいちゃん家おばあちゃん家に行って、で、大分県の別府市まで車でよく行ってたんですよ。で、そのおじいちゃんおばあちゃん家から別府市まで、だいたい車で40分ぐらいかかってたのかな。で、その中でよくいつも遊んでたゲームがあって、その、別府に着くまでに、信号がいっぱいあるんですよ、やっぱり。で、信号がいっぱいあって、その中で、青信号は何個あるでしょうかっていう、クイズをしてたの。なんか子供なのに、こんななんか面白いゲームしてたんでね、うちら。そう。で、なんか青信号何個あるみたいな。10個とか、なんかそういう風に言って、一番数が近かった人が、ソフトクリームを買ってもらえるみたいな。そんなゲームをしてたのをすごい今思い出しました。楽しかったね。お兄ちゃん2人いたんでね。そうそう。とかね、あとおばあちゃんが私のこと大好きすぎて、私に、服とか、あとバービー人形とか、なんかお菓子とかゲームとか私にすごい買ってくれたの。そう。それで、うちのお母さんが、めっちゃ怒ってたっていうのも覚えてる。そう。私、お兄ちゃんが2人いる人とかわかると思うんだけど、おもちゃとかが結構男っぽかったので。で、服もお兄ちゃんのお下がりなのよ。お兄ちゃんが着なくなった服を私が着るみたいな。だからそれを見て、うちのおばあちゃんがすごい、なんか、はーちゃんかわいそうみたいな感じで、すごい可愛い女の子の服を買ってくれてたの、いつも。そうそうそう。それを見て、で、それがすごい高いのね。おばあちゃん。それを見てお母さんが、またはるか甘やかして、みたいな。そう。だからこんなね、わがまま女になっちゃったかもしれないんだけどね。おばあちゃんありがとうって思いますね。そんな感じで、もしね、皆さんなんか、夏休みのそのおじいちゃんおばあちゃんちの思い出とか、なんかあったら、ぜひまたコメントでシェアしていただけたら嬉しいです。はい。じゃあ今日は私のおじいちゃんおばあちゃんちの思い出でした。はい。今日話した話、またトランスクリプトを作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。あとなんだっけ、YouTube、Instagram、Twitter、こちらのフォローもお願いいたします。で、YouTube ゲームライブのアーカイブがありますので、ぜひ皆さん見てみてください。私のね、一生懸命プレイするゲーム、のプレイ姿を見れますので、はい、見てやってください。はい。なんかね、やってほしいゲームとか言ったら、やってほしいゲームとかあったら教えてください。ホラーはやりません。はい。あと、ペイトレオン、こちらのメンバーも募集しております。ペイトレオンではですね、私のボーナスポッドキャスト、お休みポッドキャストを聞けたりとか、あと私のブログを読めたり、
あとはこのポッドキャストで出てきた、フレーズ、難しいフレーズについて説明したりしているので、ぜひ、メンバー入ってみてください。はい。あと、シャドーイングコースもこちら募集しております。発音上手になりたい方とか、話す練習したい方とか、なんか、ネイティブから、フィードバックがもらいたいっていう方いらっしゃいましたら、ぜひ参加してみてください。はい。はい。まあ、なんだろうね。今月はね、忙しいんだよね、私。まあ、仕事じゃなくてプライベートね。結婚式が2件あって、おじいちゃんが亡くなって、その大分県のね、おじいちゃんが亡くなって3年だから、また大分に行ってお寺に行かなきゃいけないんですよ。はい。なんか、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏ってやらないといけないので、そう、大分に行ったりとか。まあ、あと、ペイトリオンのポッドキャストでお話ししたんですけど、私、合宿免許に今月末から参加する予定なんですよね。緊張。はい。ということでね、結構今月忙しいんですけれども、頑張ります。頑張ります。誰に向かって言ってんだよって感じだよね。だからみんなも頑張ろうっていうことだ。はい。ってことで、また次回。さようなら。